今日の動物カバ、オオフラミンゴ。部長です。つむぎだよ。前回からの続き、ネバダッシュエコ動物園のシルバー目標達成を目指すよ。まずは目標の確認だな。全体的に難易度は高くなさそうだね。ブロンズ目標の延長にある感じだな。ちゃんと動物を管理していけば達成できるはず。そのはずだな。ただ時間はかかりそうだ。私もそんな気がする。とりあえず新しい動物を受け入れられるようにエリアを作っていくよ。何を受け入れるつもりだ？オジロナの予定。オジロナなら水辺に設置する必要ないし、後強制できる動物も多いから広くすることも考えてね。少しは考えるようになったな。一旦の大枠はこれで OK。 後で調整していくよ。調整はこんなものでいいかな。あとは動物の受け入れだな。じゃあオジロヌーの受け入れを始めるよ。何頭ぐらい入れるんだ？結構な数入れないといけないんだけど。ズーペディアでは最低7頭になっているな。そうなんだよね。これだけいっぺんに入れるのは大変だから、とりあえず5頭かな。一応資金は大丈夫そうだな。あとは自然に増えていくことを祈るよ。この子たちを全員新しいエリアへ。着実に前進しているな。また新しいエリアを作るよ。今度は水辺に作ろうとしているから水生動物だな。オオフラミンゴの予定。でもフラミンゴって水生動物になるのかな。鳥のイメージだけど。プラネットズーでは水生動物という扱いなんだろう。後でちゃんと調べてもいいと思うが。そうだね。エリアは区切ったけどスタッフ施設が邪魔だから整理しないと。スタッフエリアは少し整理して、あとせっかくだからお客さんのための歩道も整理しておこう。このままではフラミンゴを見るための通路がないからな。ちょっとスタッフエリアが悪影響しそうな気もするけど。これぐらいであれば大丈夫じゃないか。そうだね。警告が出たらもう少し位置を見直そう。それでいいと思うぞ。あとはフェンスの高さを調整して一旦完了かな。じゃあフラミンゴの受け入れを開始しよう。何か気になることがあるのか？いっぱい入れないといけないけど、どの子たちが受け入れられるかなって思って。確かに選択できる種類は限られているな。とにかくフラミンゴをズペディアでチェック。最低が10羽からだな。この子たちもいっぱい入れるのは厳しいから数羽ずつ入れておこうかな。そして増えるのを待つ方向で。それでいいと思うぞ。とりあえず6羽でオスメスの数は合わせておいた。植物の多様性を達成したな。見せていないけど隠し育エリアの整理をしながら植物も植えていたからね。確かに飼育エリアの順応度も上げないといけないからな。当然裏で研究も進めているよ。次は展示動物の目標達成だね。ということで獣舎を作っていくよ。残りは1つでいいのに2つ分のものを建てるのか。とりあえずお金を生んでくれるしね。大いに越したことはないと思って。資金も十分増えたし問題ないだろう。建てる場所はワニとか水牛がいる場所。そこに作っておいた広場の真ん中に建てようと思って今歩道を見直し中。未だにうまくしてないけど。それでもういい。前に比べれ。獣舎の準備はこれで OK。 あとは何を入れるかだね。その前に増えた紙切りをトレード。改めて展示動物を選ぼう。まだいないタランチュラ。あとはガラガラヘビにしよう。配置して終わり。目標達成だな。すぐに配置されちゃうからね。ちょっと森林狼の様子を確認。みんな高齢だな。最初に受け入れてから結構時間が経っちゃったしね。とりあえず野生に戻せる子は戻しておこう。
今新しく1頭増えたが。バランスを考えてさっき手配しておいたんだよ。そうだったのか。どのタイミングで入れたのか忘れちゃったけど、あともう1頭をエリアに入れておこう。群れのバランスを考えてね。動物の種類の目標のために動物を増やしたいんだけど、マーケットに出てくる動物の種類がほんと少ないね。水生動物が多いな。ゾウもいるんだけど保護クレジットが必要だからなかなか難しいね。とりあえずカバをキープ。しばらくはトレードセンターで過ごしてもらおう。これでゾウは入れられなくなったが。まだまだ時間が必要だね。気長にやるしかないな。ちなみに今保護評価の目標達成してたっぽい。それは良かったな。いろいろ悩んだけど、目標達成のためにはもう1種類のワニも受け入れないといけないかな。インドガビアルだな。この子のためにエリアを作ってあげよう。ワニの隣じゃないのか。場所はいまいちだったのでフラミンゴの隣で。下手したらフラミンゴが食べられそうだな。そうならないように気をつけたい。枠は一旦これでいいとして、あとはお客さんを誘導するための歩道整備だな。それもきちんとしておかないとね。雑になっちゃったけどこれで、あとはインドガビアルの受け入れ手配。これで7種類だな。カバはあと数頭を入れられてからにしたいな。あと1種類なんとかならないかな。マーケットを覗いたらどうだ。スプリングボックが出てきた。入れることを考えた方がいいな。オジロヌや水牛と共生できるね。今だったらオジロヌーのところか。そうだね。あと最低3頭必要か。3頭受け入れは OK。エリア配置も OK。あとはカバのタイミングだけだな。スプリングボックが入ってオジロヌーのエリアが狭くなったからエリア拡張しないとね。歩道が邪魔だな。オジロヌしかいない時は周りから見れるようにと考えていたけど、その裏のところにはあえて飼育エリアを作らなかったんだよね。最後はゾウもシマウマも入れることになると思って。計画性を持ってやっているな。少しは成長したでしょ。そうだな。歩道も敷き直したからフェンスを後ろにずらしていこう。左側のフェンスが外れたのを忘れずにな。敷き直すよ。改めてフェンスを後ろにずらそう。こんなもんかな。軟化頭数が減っているな。みんな高齢だったし、今回は病死とか飼育不良とかで死んでないから。そうだな。森林狼の繁殖に成功したようだな。あとは動物の種類を増やすだけだね。もうカバ入れちゃおうかな。まだ7種類になっているぞ。おかしいな。改めてエリアを確認してみよう。オジロヌのところにスプリングボックがいるはずだから8種類のはず。目標は7種類になっているが。おかしい。あ、8種類になった。バグ。もう残りの目標も種類だけだからカバを配置しちゃおう。数頭受け入れてからとか言ってなかったか。それだとまだまだ時間がかかりそうだから、あと動物園が大きくなりすぎて PC の負荷が上がってきちゃってるので。前回が訪れしてたからな。録画の段階でずれちゃったからどうしようもないね。なので録画をできるだけ短くしたい。しょうがないな。森林狼の生態系復元プロジェクトによく貢献してくれたわね。なんて可愛い子供たち。それに飼育エリア全域の生物多様性を見て。大げさじゃなく、ここの木々は町中で噂になってるわよ。
そうね。確かにこの辺じゃ大したゴシップはないものね。カバが配置されて目標を達成したようだな。今回も長かったな。難易度が上がったというより手間が増えた感じだな。そうだね。それでも今までやってきたことがこの動物園で生きてるよ。さて今回もここまでか。そうだね。ゴールドの目標はいっぱいあるからまた時間がかかっちゃうだろうし。そうだな。ということで今回はここまで。じゃあね。皆さんお疲れ様でした。